この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は Amazon で手に入れたノイズフィルターを検証していきます。こちらの商品です。これはオーディオ用途のノイズフィルターでして、特にこちらのものについてはグラウンドループアイソレーターと呼ばれています。グラウンドループがあることによるノイズの影響を低減するためのフィルターです。これが一体どんなフィルターでどのくらい効果があるのかというのを検証していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。プリント基板というとこういった緑色の硬い基板を想像しますが JLC-PCB では柔らかいフレキシブル基板も作れます。ウェアラブル機器やより柔軟性の高い部品配置でフレキシブル基板はほぼ必須となっています。今現在フレキシブル基板を多くの人に使ってほしいということで価格をかなり下げて製造しています。100×100mm が5枚で2ドルからかなり安いですね。フレキシブル基板を補強するための補強材もいろいろ選べて、ポリイミド、FR4、ステンレス、3M テープ、さらに EMI シールドフィルムも選べるようになっています。フレキシブル基板のクーポンも概要欄のリンクで配布していますので、皆さんもぜひいろいろ作ってみてください。また2026年1月21日から開催されるネプコンジャパンに JLC-PCB が出展します。ブースでは JLC-PCB の注文時に使えるクーポン配布やその他ノベルティ配布などはありますのでぜひ来てください。まずグラウンドループアイソレーターがどのような構造をしているのか見ていきます。動画の冒頭でノイズフィルターと言っていましたが、どちらかというと信号を絶縁するためのアイソレーターとしての役割が大きいです。グラウンドループがあることによって乗ってしまうノイズというのをこの変圧器を使うことで信号を電気的に絶縁してその影響をなくすというものです。オーディオ用のグラウンドループアイソレーターとしてはこのような構造があります。この部分が変圧器です。オーディオの交流信号の電圧を変圧するためのものです。変圧すると言っていますが入出力で信号の振幅を変えないために変圧器は1対1であることが多いかと思います。この変圧器があることでグラウンドのループをここで断ち切るような構成となっています。次はグラウンドループアイソレーターの動作を見ていきます。なんですけどもその前に一旦変圧器を消してしまいます。変圧器を消して一旦配線でつなぎました。例えばここに信号を出す機材 A があって、その信号を受け取る機材 B があるとします。A と B は配線でつないでいます。今回機材 A、B は両方とも設置しています。ただ今回は簡単のために設置している箇所がですね、それぞれ違うグラウンド A とグラウンド B としました。そしてここにですね、原因不明のノイズ源があったとします。こちらのグラウンドの部分につながっています。そうしますと、この部分に実はノイズのループができるんですね。そうするとこのノイズの成分が B の方へ伝わっていってしまうという風になります。このようにグラウンドループがあるからといって必ずこのループが原因のノイズが出るとも言い切れないんですが、このようなことが起きるかもしれないということですね。ここで少し実験をしてみます。回路構成は変圧器がない状態でやります。今回は実験を分かりやすくするために機材 A を信号源、機材 B をスピーカーにしています。信号源とスピーカーは配線でつないでいます。ここのグラウンド A とグラウンド B の間にノイズ源となる信号を入れます。今回は負荷がスピーカーで、しかも数十センチというかなり短い距離でつないでいますが、この配線の長さが数メートル程度に伸びることも考えられます。ノイズ源についても別途用意しています。ここの2つのグラウンドの間につなぎます。では実際どれくらいグラウンドループのノイズが聞こえるか試してみます。まずは信号だけです。このように制限波 440Hz の音が聞こえています。次にグラウンド部分にノイズの信号を注入します。いきます。ノイズの成分は今回 2kHz にしています。聞こえていますでしょうか？実際この回路で何が起こっているかというと、この部分のループ、実際の回路ですとこの部分のループですね。ここに電圧が加わることで電流が流れます。回路図には書いていませんが、実際の配線には抵抗成分があります。そこへ電流が流れることで電圧効果が発生し、スピーカーに加わる電圧を変えてしまいます。結果としてノイズの音が聞こえるようになるというわけです。ここにグラウンドループアイソレーターがあるとどうなるかというと、
変圧器があることによって電気的には絶縁されて、ここに電流が流れるループというのはなくなります。では実際にグランドループアイソレーターを入れてどれくらい効果があるのかを試してみます。まずは A から 440Hz の制限波だけを出します。こんな感じですね。次はグランドループのノイズを入れてみます。このノイズ成分についてはループアイソレーターを入れているので聞こえないはずです。では行きます。聞こえていますね。なんだろう。本当でしたらこの 2kHz のノイズ成分は聞こえないはずなんですけど、聞こえてしまっています。こちらのグランドループアイソレーター、何かおかしいですね。一応商品ページを見てみると、変圧器を使っている表記はあります。変圧器を使っていれば、こことここの端子の間は基本的に絶縁となっているはずです。実際に抵抗値を測ってみます。ここと、そしてここ。なんか繋がっちゃってますね。他の穴も見ますか。ここと、そしてこちらも繋がってます。最後、こことここ。全部繋がってますね。なんか変だな、これ。なんかおかしいということで分解してみます。こちらです。なんだこれは。見えますかこれ。やばいっすね。グランドループアイソレーターではないです。これ、ただ線が繋がっているだけですね。中で。これひどいですね。これじゃただ導線で端子を繋げているだけなので、ただの端子変換ボックスですよね。これじゃあ。グランドループアイソレーターとしての機能は全くありません。完全な詐欺商品です。こんな感じで意味のない詐欺商品をつかまされてしまったわけですけども、グランドループアイソレーターがどれくらい効果があるのかというのは確かめる必要があるので、このように回路を自作します。このような回路を設計して、プリント基板の製造委託は JLC-PCB に依頼しました。その他回路上のキャパシター、抵抗、変圧器なんかは秋月やディジキーで購入しています。全部概要欄にまとめていますので、気になる人はチェックしてみてください。今回はグランドループアイソレーター機能とは別に、数十ヘルツ以下の信号をカットするようなハイパスフィルターを入れています。特にキャパシターの部分をどうするかですね。これについては Rubicon の PML キャップを使っています。これは一種のフィルムキャパシターで小型かつ静電容量が大きく、加わる電圧の大きさが変わっても静電容量がほとんど変化しないという聞いただけでもすごい特徴を持ったキャパシタです。実際オーディオ向けで使われることが多いと Rubicon の人が言っていました。というわけで回路を組み立てていきます。こちらが完成品です。左が入力側、右側が出力側です。グラウンドは入力側と出力側で分かれていますね。信号は2チャンネル分あって、それぞれに対して変圧器を1個ずつ使っています。変圧器は秋月で手に入れた散水のものを使っています。では実際グラウンドループアイソレーターのありなしでどれくらい変わってくるのか聞いてみます。まずはループアイソレーターなしの方です。信号を入れます。その後グラウンドループのノイズを注入します。はい。こんな感じで聞こえていますね。次はグランドループアイソレーターありの場合です。まずは信号を入れます。このように音は聞こえていますが、グランドループアイソレーターを入れた影響で少し音が小さくなってしまいましたね。さらにグランドループのノイズを入れます。グランドループノイズの成分は耳で聞く限りですと聞こえません。実際の波形を見てどれくらい効果があるのか見てみます。まずアイソレーターが入っていないものを見ています。この回路は効果のありなしが分かりやすくなるように修正しています。今ここに表示されている波形は出力部分の信号波形を見ています。今はグラウンドループノイズは何も注入していません。ここに 50Hz のグラウンドループノイズを注入します。はい。そうすると元の信号波形に 50Hz の信号が調整されたような波形となります。これはグラウンドループノイズの成分がそのまま出力信号に出てきているということを意味しています。次はグラウンドループアイソレーターありの方です。ここにグラウンドループノイズを注入していきます。そうすると、はい。ほとんど影響ないですね。波形では何も
変わっていません。これがグラウンドループアイソレーターの威力なんですね。ただこれもですね、万能かっていうとそうではなくて、高周波のグラウンドループノイズが入ってくるとどうなるのか見ていきます。はい、こんな感じで今 40kHz くらいのグラウンドループノイズを注入しているんですけども、元の信号波形に頂上するように高周波の信号が現れています。これはですね、変圧器の巻き線管の結合容量で抜けていく成分ですね。では実際どれくらいグラウンドループノイズを除去できているかを確認します。このセットアップでは今、グラウンド間にループノイズを注入している状態です。チャンネル1でグラウンドループノイズの振幅を見ていて、チャンネル2では出力側の振幅を見ることで、どれくらいグラウンドループノイズを除去できているかを見ています。チャンネル1とチャンネル2の周波数特性を比較しているわけですね。このまましばらく待機します。周波数が低い時はマイナス 100dB ぐらいですので、グラウンドループノイズはかなりよく除去できています。CMRR が高いっていう状態ですね。周波数が高くなってくると、だいたい 100Hz 超えたくらいあたりからですね、グラウンドループノイズが出力に出てきています。これは先ほど話した通り、変圧器の巻き線管の静電容量で抜けていく信号が出てくるんですね。それでこうなっています。周波数が高くなってくるとですね、だんだん変圧器の出力側に抜けていくグラウンドループノイズの成分が出てきています。100kHz の時にマイナス 43dB ぐらいなので、例えばグラウンドループノイズが 1V あったら 0.01V ぐらいは出力の信号に乗っかってくる、そんなイメージですね。こういった特性は使う変圧器によってかなり変わってくる部分ですね。せっかくなので自作したグラウンドループアイソレーターの周波数特性も見ていきます。先ほど測定したのはグラウンドループノイズをどれくらい除去できるか。今見ているのはオーディオ信号がどれくらい特性よく伝わってくれるかを見ています。測定完了までしばらく放置します。測定完了です。このような結果となりました。割と想定していた通りの周波数特性になっています。今回ハイパスフィルターを入れたので低周波の成分はそこまで通らないようになっています。カットオフ周波数を見てみるとだいたい 120Hz ぐらいになっています。ちょっと高すぎ感はありますかね。もう少し低いところにカットオフ周波数を持っていった方がいいかもしれません。その後はしばらくフラットな特性が続きます。この部分で位相が少し遅れ始めています。これは変圧器の特性によるものですね。それと同時にゲインの方も少し落ち込み始めていると。高周波側のカットオフ周波数は 47kHz となりました。オーディオ用途で使う分には問題なさそうな感じはします。その後はどんどんゲインが小さくなっています。100kHz でマイナス 6dB 程度です。まあまあいいんじゃないでしょうか。ですので今回作ったグラウンドループアイソレーターは音声信号については 120Hz から 47kHz 程度で使えるものとなります。ハイパスフィルター部分については好みに合わせてカットオフ周波数を少し調整すれば OK です。今後何かあった時に使うことも考えてこのようなアルミケースに収めました。中身もこのように接続しています。XLR 端子については詐欺商品の使い回しです。こうやって見るとなかなか見た目もいいですよね。はい。というわけで今日はグラウンドループアイソレーターの構造と役割、そして実際どれくらい効果があるのかを検証してきました。Amazon で偽物のループアイソレーターをつかまされるというトラブルもありましたが、なんとか自作して検証しました。肝心の効果はどうかというと、ノイズ分の成分が聞こえなくなるくらいの効果はあります。ただそれは数百ヘルツまでの低周波に対してでして、周波数がそれよりも高くなってくると、変圧器の巻き線管の静電容量で抜けてくる成分も出てきます。実際グラウンドループが原因のノイズにぶち当たった経験がないので、実際の環境でどれくらい効果があるのかというのは未知数ですが、将来的に使うことになるかもしれないので、こちらはしっかりと保管しておきます。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、コメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。
一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。